石橋系が外務政務官に悔いなくお示ししたようです。この背景と今後の日本の海外とかがあればどうなるか教えていただきたいです。不安です。僕全然不安視してないですね。ツイッターでも書いたんですけど、外務政務官とかだったり、副大臣だったりは、ほぼほぼ何にもしなくても大丈夫です。大臣だったとしても何にもしないことが多いです。IT セキュリティ大臣で、桜田さんっていう人が確かなったと思うんですけど、あの人パソコン触ったことがないし、USB が何だかわからないっていう人が大臣だったんですよ。なので、基本的には日本って官僚が優秀なので、別に調子乗って何かやらかすようなやる気のある無能じゃない限りは何の問題もないんですよ。生稲さんってもともと女優だったりもするので、外国に行って外国の人と握手をしてニコニコしてよろしくお願いします的なことを言って、であとは外務官僚が物事を詰めるっていうのをやるだけなので、基本的にはもうただのみこしなんで見た目がいいよねっていうだけで全然いいんじゃないかなと思いますけどね。交渉ができないやつはまずいとかって言うんですけど、大臣は交渉しません。要は前もって官僚レベル、お互いの国の官僚レベルが話をして、じゃあこういう形で条約とか規定書とかを作りましょうっていうのがあって、それが決まった後に大臣とか偉い人が行って握手をして調印をするという儀式なんですよ。大臣がアメリカとかに行って丁々発止の議論をするとかっていうのはありません。僕が知る限りは。たまにやりたがるおかしな人はいるかもしれないですけど、基本的には全て官僚がやるんですよ。なので、もうみこしは軽い方がいいっていうだけの話で、ただ、外務省の政務官に生稲さんが一人なんですけど、で、もう一人エルファイヤーさん入ってるんですよね。エリファイヤーさん。もともとウズベキスタン人の夫婦のもとに生まれて、日本で育って、で、日銀で働いた後に国連の職員になったのかなっていうめちゃくちゃ優秀な人がいるんですよ。国連の職員やってたから多分言語としては3言語ぐらい喋るんじゃないかなと思うんですけど、だから多分日英中あともう一個ぐらい喋れるのかなっていう感じの人が政務官にいるので、本当に真面目な交渉が必要で、ある程度外務省的にもお墨付きが欲しいよねっていう人は多分エルファイヤーさんに仕事を頼んで、ニコニコして握手をする係っていうのは生稲さんに頼むっていうので、きちんと役割としては分かれてるので、なので何の問題もないんじゃないかなと思いますけどね。ウズベキ語、そっか、ウズベキ語とロシア語も喋れるのすごいね。いやだからね、そういうね、結構優秀な人もいるんですよ。女性がいっぱい登用されるのは、女性をこう出そうとしてる、どちらかというと女性も活用してますよっていうイメージのためにやってるよねと思われがちなんですけど、スピードの人とか生稲さんとかもいるんですけど、向井さんとかエルファイヤーさんとか、向井さんっていう人が今回比例で受かったんですけど、東京三菱だっけ、商社でアメリカかなんかでずっと働いてるとかで、東大でみたいな、めっちゃ優秀な人も若手結構いるんですよ、自民党の女性で。なので、そういう人たちっていうのがちゃんと日の目に当たる可能性があるので、多分男性だと逆にいきなり外務副大臣、外務政務官とかならないので、むしろ優秀な女性がきちんといきなりいいところに行けるっていうところでいくと、僕は石破さんのやり方というのはありなんじゃないかなと思いますけどね。女性を増やすって、女性のその役職を増やすっていう思惑がなかったら、やっぱりエルファイヤーさんとかがなるよりは、聞いたこともねえなおじいちゃんで2期3期やってますみたいな人が、とりあえずやるっていう流れになったと思うんで、そういう意味では世代交代が早く進んで、優秀な人がちゃんとそういう仕事に就けるようになったという意味では、石破政権は良かったんじゃないかなというふうに僕は思ってます。過去形のように言ってますけど、はい。20代が一番成長できるの一番考え、いや、だから103万円ぐらいの収入の人が180万円ぐらいもらうようになって、で、自分の能力を鍛えて、結果として平均収入400万円ぐらいまで上げるというのが、僕は日本社会にとって大事だと思うんですけど、結局平均収入以下の人たちから税金を取ることって僕マイナスだと思ってて、そういう人たちっていうのは、なるべく余暇を作って、その余暇で収入を上げる努力をすべきだと思うんですよ。収入を上げる努力っていうのをしないと、じゃあ200万円で40、50、60まで働き続けますかってなっちゃうんですよ。なので、どういう資格を取るとか、どういうスキルを作るとかでもいいんですけど、時間とお金がないと、やっぱりスキルって身につかないんですよ。勉強する時間だったり、教科書を買うとか、参考書を買うとか、専門学校に行くとかでもいいんですけど、オンラインスクールでも。なので、平均収入に行ってない人は、むしろ税金を取らないで、なんとか努力をして、給料を上げる形で自分の人生を作ってくださいねというふうにしなければならないと思うので、なので、若いうちというのは、むしろ税金をかけないようにした方がいいんじゃないかなと思ってるんですけど、さっき自分の戻りにくくなった言ったくせに、自分の思い通りにいかないので、時間を守るということではなく、才能、他に誰も持ってないものを磨くというのをやらないといけないっていうことです。なので、時間守って言われたことをやってた方が楽だよね。学校でそれを教わったからその通りにやった方が楽だよね。でも、その通りやったとしても思い通りにならないよっていう話です。はい。在日米帝を撤退させた後の新しい日本憲法1、日本は日本民族のための国であり、日本民族が国内で民族地決権を得る2、日本民族は大和民族、アイヌ民族、琉球民族が見つかるなら大差民族である。
単一じゃないじゃん。3、米帝植民地時代に入国した外国少数民族は憲法を遵守して法令に基づく特殊な地位を得る。まずですね、勘違いをされると思うんですけど、民族というのの区別をするのは科学的には不可能です。アイヌ民族と琉球民族が結婚した結果の人は何民族ですか？で、アフリカ人の血を継いでないと多分日本の皆さんほとんど持ってると思うんですけど、100% アフリカ人の DNA を皆さん持ってます。人類がもともとアフリカの黒人から始まってるので、民族でいうと僕らは黒人の子孫です。で、人によっては白人を経由した後のアジア人で今の DNA があるので、白人の子孫の人も結構いると思います。でも 100% 黒人の子孫です。で、中東の子孫の人もいっぱいいます。なので、民族というのは実は科学的に分けることが不可能であるっていう、すごく当たり前の話なんですけど、日本の労働環境が週休3日制に変わったらどのように日本に変化するのか予想してください。経済成長が止まって、景気が悪くなって、円安になって、外国人が大企業を買いまくって、で、観光地とかのホテルとかも外国人のものになって、平均年収的には高く見えるけど、実際それは日本に滞在している外国人が儲けていて、現地人である日本人というのは結構低い給料でひたすら肉体労働をやらされるという状況になるんじゃないかなと思います。今の日本人は忘れてしまってるようなんですけど、もともと昭和の時代って日本って資源がないよね。で、戦争に勝ったわけでもないから植民地もないよね。なので、働くしかやれることないよねっていうのがちゃんと共有されてたんですよ。でもなんか今の時代ってなぜか日本人ってそれを忘れていて、ワークライフバランスとか言ってみたり、先進国としてのムーブをしようとするんですけど、資源がない国で頭も良くないんだったらひたすら働くしかないよっていう。いや、そうやって昭和の時代はなんとか先進国に追いついたんだよっていう。でも別になんか働かなくなってって頭も悪いんだったら、それは経済どんどん悪くなるでしょっていう、至極当たり前の話なんですよね。まあもちろん朝鮮戦争とかの戦争特需でなんかウハウハになって資本が溜まって資本家がある程度のものを作れたとか、日本の場合軍隊を持たなかったのでそのお金が全部経済に回って、で軍隊のコストというのはアメリカに押し付けられたっていうのもあって、そういう意味で成長がしやすかったという状況はあるんですけど、とはいえその日本人めちゃくちゃ働くよね、真面目で努力するよねというのがあったから今の地位があるんですよ。なので労働時間を短くするとかっていうのをやっちゃうと結果として生産量が減ってしまって、生産量が減るんだったら売り上げも減るよね。で規模の利益っていうのがあって、生産量めちゃめちゃ多い国が世界中のそのカテゴリーのシェアを取ってしまって、結果として2位3位の会社というのは利益がめっちゃ減っちゃうよねっていう戦い方をすると、輸出業というのは儲かるんですよ。でも生産量が少ないのであれば、量が作れないんだったら、じゃああなたの会社から仕入れても困っちゃうよねっていうので、仕入れられない、買ってくれないっていうのがあったりするので、なので生産量が多いっていうのは結構重要なんですよね。だから農産物とかで美味しいトマトを作ることと、安定して言われた通り出荷し続けられるのとどちらが大事ですかっていうので、仕事をしてない人って美味しいトマトを作ることが大事だと思っちゃうんですよ。でも違うんです。必ず言われた量のトマトが出荷できる会社というところにスーパーは契約するんです。だってトマトがなくなったら困るもん。要は日本人のほとんどの人っていうのはトマトはいつでもスーパーの棚に並んでいるものであると思い込んでるんですよ。で、そういうスーパーが当たり前なので、商品が足りなくなったらおかしい。買えないのは変だ。っていうふうに思っちゃうんですよ。で、別にじゃあ大量に作ってるトマト屋のトマトがまずいかっていうと別にまずいわけではないんですよ。普通なんですよ。なので、めちゃくちゃうまいトマトを供給するよりも、むしろ食べ物というのは安定供給のが大事なんですよ。米とかもたまになんか高くなって買えないとかになったりすると、日本人大騒ぎするんですけど、安定供給とは何かっていうと、量を作れることなんですよ。なので、量を作ることによって安く売るっていうのをやって、世界中で大きな需要があって、その需要に対してひたすら量を売るので、結果として、1個10円の利益しかなかった。で、じゃあ1万個作りました。利益たった10万円なんですよ。でも、1億個作りました。利益10円です。そしたら10億円儲かるんですよ。なので、コモディティというのは基本的には量を作って世界中にばらまくっていうのができた方が儲かるんですよね。なので、そうするとじゃあ生産量をいかにするかとか、じゃあいかに努力して営業するかっていう人間がひたすら長時間働くっていうのをやっぱりやらないと、なかなか日本は先進国の位置に居続けることは難しいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。